礼します。はい、上天そば大盛りね。はい、お待ちどうさま。50分です。いらっしゃいませ。お願いいたします。はい、モード。はい。紫芋のペースト、これをそばと混ぜて、これも香取市の芋なんですよ。米、香取市は米と芋と特産でね、もう何年くらい前かな、コロナの前になんとか香取市で芋のやつでいいのがないかななんて、特産にしたいななんて思ってやってたら、ちょうどこれを作る会社の社長と話があって、いろいろ助言いただいたり手助けいただいたり、ほんでコロナになっちゃったから、そこで話終わっちゃって、そしたらまたできたらいいな、そうやって話持ちかけたら力を貸してくれるっていうことでやり始めました。この紫芋がパープルシルクスイートロードっていう品種だそうです。やっぱしずーっとやっぱいろいろなお芋で試行錯誤して作ってみたんだけども、この品種が一番色が出て、食べる時も食欲をそそるようなほんのり芋の香りがして、だから今は土曜日曜限定で売ってるんですよ。平日はとてもじゃないけどここまで手が回らなくて、食べる時に茹で上がりがどうしてもでんぷんだからもっちり感が出てね、変わった食感で、このお蕎麦は普通の蕎麦屋さんが使ってるお蕎麦とまた蕎麦らしからぬ蕎麦で、蕎麦って要するに栗と一緒なのよ。うん、だから結局硬い皮があって、その皮を剥くと、栗って渋皮っつって黒い薄皮がついてるじゃないですか。そばっつうのは緑色の甘い甘皮っつうのがついてるんです。それを結局新そばの時期って甘皮っつうのがものすごく
風に当たったり空気に触れると酸化しちゃうんですよ、すぐ。それを今冷凍の技術がすごいから、そばと同じメッシュで引いてもらって、それを冷凍保存してもらって、そばの実のさらしなのまだ下の方の御前粉に近い、ムカつくほどつながらないんです。そのつながらないところで粉屋さんの方で入れてもらって、だからうちのそば粉にはグルテンも入ってるから28の割合のそばだけれども七三に近いおそばになります。うん、粉の作る前の実ができる前に若葉っつうのができるじゃないですか。その葉っぱ、若葉の葉っぱを製粉してもらって、それも一緒に混ぜてもらってるんです。他のそばよりもルチンっつうのは相当入ってると思いますよ。そう、体にはいいです。うちのこののれんっていうのも戦争の前から名古屋からきしめんを東京に持ってくるっていうあれで兄弟で東京に出たみたいだけれども、そっからのうちは枝分かれだから、今うちの父親が中学卒業して就職列車で今高砂のところにお店があったんだけれども、そこに就職して、それから独立して、それで今は鎌ヶ谷でお店やってるんだけれども、そっから俺はほら出来が悪いから、田舎の方に飛ばされたみたいな。本当にね。だからそこの高砂でやってたお店のうちは今横浜の保土ヶ谷の、狩場インター出て権太坂の坂の入り口のところでものすごくでかいお蕎麦屋さんで、そこがうちの父親からしたら総本店になるのかな。だからうちの父親のところから出たのが八千代のお店と松戸のお店、それとこの尾身川って感じですよね。よいしょ。だからこのお蕎麦を香取市の特産にしたいんだよね。
これで包丁で、ここで。そうなんですね。それで切れたのが下に出てくるような。これは色的に綺麗な色するから女性なんか喜ぶんじゃないかなと思ってね。SNS 映えしますね。昔のはい。日本の国がものすごく戦争の前からの貧しいはい。時の、だから子供の時に親に連れられてお蕎麦屋さんに行って食べた黄色いカレーって覚えてません？あ、覚えてます。覚えてます？はい。そのカレーをね、レシピをうちのやっぱのれんでもずーっとやってて、はい。それをこの間ね始めようかっつってカレーのルーも作ったんですよ。そしたらね美味しいんですよ。ブイヨン使わないうどん粉から作るカレーでね、はい。これが2番だし。二番だし。うん。このカレーは好みによってお客さんが醤油でもソースでもカレーの上にかけて食べるカレーなのね。俺ガキの頃お客さんの大体がみんなソースだったかな。結局これブイヨン使ってないからうどん粉のとろみだけですよ。だから本当に先人の知恵っつうのはすごいよね。その人たちのレールの上に走ってさ継承していかなくちゃいけないんだもんね。だからお寿司屋さんもそうだし蕎麦屋さんもそうだしラーメン屋さんもそうだし教わったね。やり方はみんな違うけどこれで出来上がり。ね、結構いい色でしょ。うん。
しゃいませ。いらっしゃいませ。大盛りカツに。お願いします。はい上天丼セットそば大盛りです。はい、上天そば大盛り。はい、お待たせいたしました。はい、雨お待ちどうさま。どういった経緯で来られたんですか。ああでもボリュームとあとやっぱりこう天使さんの人柄というか、キャラクターが、はいすごく良かったので、それでこうちょっと来てみようと思って初めて来ていただき全く同じでございます。はい。どうですか、お味のあ、美味しいですよね。お蕎麦が美味しいよね。よかった初めて。そう。特盛りの方は行かれないんですか。特盛りはね、ちょっとボリュームが、もうチャンネル見て、動画見て、ちょっとこうひるいましたね。そうですねもうこれが精一杯だ。すみません、貴重な時間あありがとうございます。いえいえありがとうございますごゆっくりどうぞ。来ました。はい、お願いします。千冊増えたらまたこれ500円玉交換するね。はい。はい、上天そば大盛りね。はい。はい、お待ちどうさま。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。ごめんね、心痛いね。カキフライセットホット。アジはどうかな。はい、じゃあこちらからねは、い牡蠣からお願いします。はい、お待たせいたしました。アジフライです。牛すじと鴨つけです。はい、牛すじ鴨つけ。お坊様や。はい、お待ちどうさま。
おにぎり出します。はい、モード。はい。どちらから静岡から来ました。で、お店の存在をネットで調べて、はいで、思うまい店で香取市、はい、で調べて、ここがヒットしてきました。かなり有名なお店だったんですけど、はい、お味の方はいかがですか？でもそばもコシがあって、天ぷらもその衣が薄くてサクサクですごく美味しかったです。どうもありがとうございます。いい思い出になったと思いますので、はい、今後ありがとうございます。ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうもすみません、お忙しい時間ありがあとうございりがとうございました。ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よくこのお店ご利用されるんですか？あ、やってれば毎日でも来てるかな？どうだろう。いつも何食べられます？平日だと生姜焼きランチが、土日だと私はカレーそば、カレーつけ麺が大好きです。カレーはめちゃくちゃ美味しいですね。本当にどこ行っても、ここのが一番美味しいです。カレーは。お店の方と仲良くされてたんですけれど。でスタッフなんですよ。あ、そうなんですか。なるほど。でも旦那さんも奥さんも本当いい人だよね。きっとなんか見知らぬ人でもお金貸しちゃいそうだよね。本当になんかね、信用して貸すような、そうですね。なんか信用してくれちゃうような、いい人、面倒見いいしね。ちょっと人柄に惚れてちょっとお願いしに来たという経緯も私もありますので。まあ私もお世話になってるけど、本当いい、なんかもういい人。経験をしちゃったもんね。だから俺なんか一人でほらできる商売じゃないからさ、パートさんたちもそうだけど、みんなが力貸してくれてやってくれたから回ったけど、まあほら1年に一度の大晦日、あれがやっぱし一番うちは忙しいのよ。だからそれをみんな経験した人たちだからなんとか回ったけど、波で普通にもうこうやってああいうメディアが入ってさ、取材を受けた次の日、普通にやってるお店屋さんだったらもうとてもじゃないけど回らない。そうですね。本当にマジかよと思ったくらいだもん。だからもうどのくらい最初なんか入るかわかんないから、最初はまあ日曜日の倍くらいそば打てばいいかなと思ってたけど、もうそんなそば24キロ打ったけど11時12時前にもうお昼前に終わっちゃったもんね。はい、お疲れ様です。それで結局はバタバタ忙しい時にそば追い打ちして、それを結局もうずーっと打っちゃなくなり打っちゃなくなりで、最初の方はすごかったよな。嬉しい悲鳴。嬉しい悲鳴だけどね、もうそうぐっね。たりだったね。こんなもんか、こんなにすごいのかなんて思ってさ、だけども結局それをやってるうちに逆になんか使命感みたいのができてきちゃって、並んだ人はなんとか中に入れて、食べてもらおうっていう使命感を持って
結局動いちゃったらさ、こちらにいたパートさん、ね、足やっぱおかしくしちゃって入院して、これはダメだっつって、もう絶対にもうなんていうの、来たお客さんっていうか、もっとやろうもっとやろうってやっちゃうと、自分の体ならいいけどね、みんなリタイアだんだんしてっちゃって、もうダメだ、アウトだっつってさ、それからもう追っかけないことにしたんだ。でも本当にさ、ありがたい悲鳴だけど、もういい経験をさせてもらったよ、本当に。だからうちののれんの名古屋っていうのれんのさ、結局全国にやっぱしあるのよ。全国にあって、結局うちがメディアに出たから、みんなやっぱし名古屋っていうのれんがあるとやっぱし入ってくれるみたいで、みんなあれから忙しいなんつってさ、言ってくれてるから、よかったよかったと思って、まあいろんなほらお店みんなほら結局教わったやり方は一緒だけど、問屋さんも違うし、自分たちの口も違うし、やり方は同じでやってもやっぱしそれ一軒一軒みんな味が違うから、でも一生懸命みんなやってるからさ、だから俺も負けじと思ってやってるけど、まあ俺の本当に一人の力じゃとてもじゃないけどできねえから、この商売は。みんなの力だもんね。だから本当周りに恵まれたからよかったと思ってさ、います。人の運に恵まれる方っていうのは自然とやっぱりそういう人を引きつける力があるから。そういやどうなんだ、そんな俺はただの凡人だからさ。本当に。でも本当にね、いろんなお客さん来て、いろんなほら言葉いただいてさ、なんとか頑張ってね、やってきたけど、もう本当にあれだよね、お客さんのその思いっていうかさ、やっぱしうちがお店が忙しければさ、結局は俺なんかも機械じゃない人間だからさ、やっぱし失敗もするし、そんなこんなでやってるけどさ、まあ支えてもらったよ。働いてる方とこの全てがそのチームワークがすごいって印象があったんですよね。もう本当にね、みんなよくやってくれるからさ、もう本当に助かってる。もう本当に宝物だよね。まあ、この方たちがいなかったらこの店もないと思わないとね、ありがたいよね、本当に。なんかそう思ってもらえる、思ってくれる経営者というものが今もうすごい珍しい存在になりつつあると思うんですけど。でも本当にそうだよ。人っつうのはさ、やっぱしなんつうの、俺もいろいろな人使ってやってきたけどさ、やっぱしできない人っていうのはもうすぐやめちゃうもんね。でもこの方たちはもう10年ずっといるから、来てくれてるからさ、本当にもう宝物だよね。もう本当にそうだよ。結局このお店があるのもさ、この方たちが一生懸命やってくれるから、こうやって回って1年間忙しさやってきたからね。だからだいぶもうほら落ち着いてはきてるんだけど、やっぱし一般っていうか地元の今までの
お得意さんもさちょこまか入ってくれるようになってるからもう平謝りだもん。いつもいっぱいで入れねえじゃねえかなんて申し訳ないすいませんつってさみんな他県ナンバーだななんてでもよかったじゃねえかなんて言ってくれるけどね本当にありがたい悲鳴だよ。だから人のほらそのつながりっていうかさそういうのがすごくわかるもんね。